やはりごまかせないのか。結局 D 型 B2 らの件に言及してきたな。代理人さん、自分の説明に行き届かない点があったかもしれません。自分自身が総務に免疫を持つとはいえ、総務の中で強盗現在と戦闘になると幽霊部隊の助力が不可欠です。故に彼女たちへの処分も後に伸ばしていただきたい。どうやら君もこちらの意図を誤解しているようですね。本部が下した処分は今回の作戦に支障をきたすことはありません。戦場から届いた情報を見たところ、擬態人格チップこそが今回のトラブルの大元です。もう一つ判明した事実は、たとえチップが作動していなくとも君は通感覚能力で幽霊を直接操縦できるということ。よって本部の命令は幽霊機構を破棄するのではなく、擬態人格チップの抹消です。戦場で身をもって経験した君なら私より分かっているはずです。これからの作戦で幽霊部隊が再度フリーズしたら、その結果はどうなってしまうかを。今回の作戦でまた失敗したら、命を失うのは君たちだけではありません。この避難所に住む全ての民間人、他支部から駆けつけてきたドライバー、誰一人も無事ではいられないでしょう。戦場にいた時も D 型 B2 は一度チップを自滅させようとしました。しかし何らかの力に阻止され、彼女の意識もある曖昧な空間にとどまっていました。その空間を見つけることができれば、あるいは。申し訳ないですが、私たちにはもう時間が残されていません。それに一人のナビゲーターとして多くの命をその曖昧さにかけるのはどうかと思います。そのような行為はもはや職務怠慢に等しい。そのこだわりを捨てない限り、ナビゲーター失格と言わざるを得ません。D 型 B2 は俺たちと一緒に戦ってきた仲間です。彼女もまた俺たちの戦友なんです。彼女だけがあなたの戦友ではありません。あの負傷したドライバーたちもまたあなたの戦友なのです。つまり多数のために少数は切り捨てろということですか。何か勘違いをしているようですね。幽霊部隊は量産型の自動化された兵器です。あれらに実装された擬態人格チップが自立行動を可能にさせているに過ぎません。私があなたにさせようとしているのはそのチップの破壊であって、少数を切り捨てることではありませんよ。それともあなたはあのスクラップに対して特別な感情を抱いているとでも？アイギスのナビゲーターの口から AI にも人権があるなどという幼稚な話は聞きたくありません。そんなことをすればあなたはあなた自身を重用しているステファニー・エリクソンの評判まで落とすことになるのですよ。俺はステファニー博士に評価されているかもしれない。だけどそれは博士の決めたことで、今回の件とあなたには関係ありません。ましてあなたがどうこう言える話でもない。あなたの言葉はアイギスを代表する人物、本部長のものとして尊重するつもりです。しかしそれはステファニー博士を侮辱していいということにはなりません。あなたが俺の迷いを幼稚と切り捨てるのと同じように、俺からすれば自分の正しさを証明したいがために言葉を選ばないあなたのその態度もまた幼稚なものです。まったくよく口が回りますね、通感覚者。君はまるまる一晩時間を与えられたのに何も変えられなかった。君も分かっていると思いますが、これは私の命令でもなく、ステファニーの命令でもなく、本部長の命令なのです。何人たりともこの命令に背くことは許されません。
理性より感情を優先することなどしないです。そんなことをすれば君は本物の怪物になってしまう。これは私からの忠告です。現在の血が流れている人類へのね。シャリサー先輩、謝って。貴様、私には本部長がどうしてそんなめちゃくちゃな命令を下すのかわからないし、分かりたいとも思いません。そもそも本部長がどんな人かも知らないし、本部長に指図する気もありません。だけどナビゲーターのことを分かってないのはあなただって同じでしょ。 D 型 B2 が何をしたのかだって知らない。だったらどうしてそんなことが断言できるの？ナビゲーターと D 型 B2 に謝ってちょうだい。そんなやり方で謝罪が引き出せるとでも？通関各種、もしかして部下の教育を私にやらせるつもりですか？あなたの命令は本部長の命令。したがってここにいる者全てがあなたの部下に該当します。代理人さん。チャリサーがダニューブ特別連合部隊の一員として先ほどの行動は確かに例を書いていました。事態収束後部隊内で処分を検討します。無論ですが、それは今ではなくあなたの面前でもありません。感情的な争いは無意味です。通関各種。その言葉はあなたにも当てはまります、代理人さん。今回の作戦終了後、先の件は改めて追及させてもらいます。今夜はしっかりと別れを告げてください。もちろんです。この結果を受け入れてくれたならですが。自分の尻拭いは自分でするのよ、通関各種。それではダニューブを救った英雄さん、アイギスが永遠の盾であらんことを。ごめん、また頭に血が上っちゃった。お見事。何を？さっきのビンタは見事だったと言ってるんだ。まさか皮肉じゃないわよね。まさか。むしろ俺たちの代弁をしてくれてありがとうな。君はこれからどうするつもりかね？まずは休憩に戻りたいです、オデッセイさん。わかった。イデリス、彼らを送ってくれ。はい。まさか本部から代理人を直接こちらへ回すとは。科学館さんに助けてもらって擬態人格チップを書き換えることはできないのでしょうか？すまない。そこら辺の知識もよく知らない。あと現状それを解決できる技術者はいないし、時間も限られている。ステファニー博士ならどうですか？ギアはまだ博士に連絡を取ろうとしているが、この件に限っては博士も動きにくい。何しろ本部長命令だからな。あなたが迷っているから。あなたは自分が戦う理由も他人を守る目的も分かっていない。顔も知らない人に会いに
この町までやってきたようにね。あなたは命令に従っているだけなのよ。だけど構わないわ。あなたはいつかアイギスの嘘に気づく。その時あなたは私の戦友になってくれるはずよ。悔しい。チャリサ、すまない。彼女と一緒に戦うって約束したのに。彼女になんて言えば。私の声が聞こえますか？これは室内放送なのか？この声は D 型 B2 ですか？本当です。 D 型 B2 さん、聞こえてますよ。 D 型 B2。 申し訳ありません。ここの通信システムを勝手にハッキングしました。チャリサー、ナビゲーター、ユリウスさん、フランカーさん。先ほどの話、もう聞きました。それも仕方のないことです。私の気持ちはお気になさらず、前回の戦場にて、もともとそうするつもりでしたので、最も幽霊事件の当日から、私たちは自我意識を手放そうと覚悟していました。私が残されたのは、仲間たちの記憶を保存するためだけです。この悲しみと後悔の念を背負っていれば、次に目覚めた時は、同じ過ちを繰り返さないと、私たちは思っていました。残念ですが、私たちが甘すぎました。結局のところ、プログラムを突破できませんでした。私たちの理想の実現や存在理由の証明に、この意識が無意味だというのなら、それを捨てても問題ありません。もとより私たちが存在する理由は、マヤをお守りすること。今まで戦ってきて、たとえ最後の勝利を自分の目で確かめられなくとも、それで満足です。ただ、私たちのことで悲しませてしまって、申し訳ありません。それにチャリサーにとって多少受け入れがたいことかもしれませんが、私のことで動揺しないでください。これからの戦闘ではお返事できなくなると思いますが、前と同じように、私と肩を並べて戦ってください。どうか輝きを放ち続けて、皆さんを導く一番星になってください。みんなを導く一番星に。D 型 B2、 これはあなたが決めたことだから、私はそれ以上何も言わないけど、これだけは保証するわ。これからの戦いは今までみたいに変わらない。私は絶対動揺したりはしない。ありがとう、チャリさん。それと、あなたの意識は無意味なんかじゃない。私たちはあなたからいろいろもらったよ。あなたと共にいた時間はチャリサーほど長くはありませんが、私にも感じるのです。 D 型 B2、 幽霊たちが信頼しうる仲間であるということを。あなたと知り合わなければ、幽霊の皆さんの気持ちが分かりませんでした。あなたたちの責任や使命が、あなたたちにとって何を意味するのかも。マヤの未来は君たちが作った。君たちは罪人なんかじゃない。明記されるべき英雄だ。よかった。私たちがしてきたすべては報われたんですね。これでようやく私たちは安心して眠れます。最後の別れを告げた後、 D 型 B2 は自ら俺とのリンクを切断した。チャリサーは多くは語らず、気分転換するために部屋を出て行った。ユリウスとフランカーもしばらくしたら帰っていった。ギアから返信があった。
驚くことに箱舟が侵入され、博士が培養層から出たらしい。その後博士からも連絡が届いた。予想通りネガティブな返事だった。俺たちが置かれている状況を告げると、彼女は干渉する権限がないとありのまま伝えてくれた。しかし不満があるわけではない。結局のところ俺たち自身の問題だ。もっとも各支部の箱舟はコントロールを失い、本部も今や混乱極まりない状態。今後各支部は自分の意思で行動するしかない。そのためこの戦いで決めるのはおそらくマヤだけの運命ではない。失敗したら喪失感と恐怖が組織全体まで広がるかもしれない。アイギスが長年にわたり築いてきた信仰や希望はこれで崩壊する恐れが。本部はともかく支部のやつらがどう転ぶかは想像もつかない。チャリサーはまだ戻ってない。せめて彼女が帰ってから寝よでも悪いのも嫌いじゃないよ。悪いのはお姉ちゃんが作ったから。ネモシューネのお姉ちゃんだよ。う。ネモシューネの姉さん。だがこの写真に写っている人に誓ってもいい。俺の人生から二度も消えゆく光、親愛なる娘ネモシューネ。やはりオデッセイさんにはもう一人の娘がいる。あとは託します。遠方からの通感覚者さん。ネモシューネも D 型 B2 も私の最高の宝物です。いなくなったあの日に言ったように、私はマヤを、あの人たちを最後まで守り抜く。それに俺は娘のことを信じている。あの子が俺に残した最後の言葉は幽霊の潔白を証明してくれている。元から私たちが存在する理由はマヤをお守りすること。今まで戦ってきて、たとえ最後の勝利を自分の目で確かめられなくともそれで満足です。今日は擬態人格のお話をしようか。技術を用いて生きる人間の人格をプログラムに書き込み、これによって作られた特殊なチップを擬態人格と呼ぶ。そういうことだったのか。 D 型 B2 人格チップの母体はオデッセイの一人目の娘ネモシューネの姉。